にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。かわいこちゃん来た。何かはああ、こいつは死ぬな。これが強化人間、そしてサイコガンダム。ブーって2番目ってこと？時代的にはゼータくらいなの？ 2年くらい過去、白っ子がいるジュピトリス期間前。やっと物語が動き出した感じだな。バスクとかよくわからんが重要人物。ゼータの中ボス、ゼータガンダムの敵幹部みたいなもん。ゼータガンダムの敵側のお偉いさん。ゼータに出てきたり0083に出たり。ゼータガンダムで目立って敵対してる側に属してるキャラだからまあ重要かもな。その前の0083にも出てるけど、そっちはおまけみたいなもんだ。この2人が同じ世界の人間とは思えないんだけど、どういうことなん？目の大きさが。シムスさん、昔から真面目な軍人だから。ニャンの株だけが上がった。町は株下げてばっかやな。ゼータのキャラまで出してきてる時点でハマーン様とかヤザンも出てきそうだな。緑のおじさんがどっち派なのかわからないの面白いな。しかし随分に熱演したな。まんまじゃん。やっぱり原作キャラ出てくるとテンション上がるな。ゼータまで絡めてくるとは思わなかったよ。いや、いろいろ動いてきたな。サイコガンダム出てきたけど、このタイミングでサイコガンダムが完成してるってどういうこと？白い子も村雨よろしく強化人間っぽいな。強化人間の女で幸せになった子はいないのかい？来週神回来そう。おいサイコガンダム出ちゃったよ。サイコガンダムとかコロニーぶっ壊れるぞ。サイコガンダムで紫外線かよ。町闇落ちきたか。ガンダムだと思ったらギャスだった。反逆の町じゃん。話数がないだけあって展開早い。ついにゼータの要素出てきたな。4は随分デザインが変わってたが。サイコガンダムが暴れるっぽいし、そろそろ母親死ぬかな。まさかすぎるバスクオウム。ゼータガンダムのバスクとゲーツ。バスクオムがまともそうに見える。このバスクはブライトなぐったりしなさそう。今日の感想はセイラじゃなくてゲーツだった。と、ゲーツキャパのキャラなんか覚えてねえよだわ。シーグイヤをカズキだったんだぞ。前髪に巻き髪垂らしてキャラデザは美形だった。乗ってたのもバウンドドッグだったから多分キャパは高かったんだろう。キャパだけに。ロドミアのお兄さん。偽はさすがに想定外。ゼータキャラ来た。これはジェリドも出るだろう。マイナーキャラをあえて使ってるからジェリドはないと思う。そもそもジェリドは連邦軍に入ってるんだろうか。ゼータの設定まで拾うとは想定外だったわ。まさかのサイコガンダムは草。ラスボスサイコガンダムはあるかなと思ってたけど、クラバに参加するのか、ただコクピット頭だよね。あら、予告サイコガンダムマーク2だった。バカでかすぎるゼータのサイコガンダムでもでかいと思ったけど、これもビルスーツというより怪獣だな。ドゥームラサメ、4の前の強化人間か。アンルトラワなどで2番目の強化人間かな。ゼータガンダムのゲーツキャパと4、4の2つ前のドゥ、2ってことか。サイコガンダム出てくるのか、戦う羽目になるのか、マジで神言う。シャア、アムロの3人がかりでも苦労してたようなあれだぞ。中身が4だから苦労してただけで、ガチれば瞬殺だろ。ロダミアみたいに。サイコガンダムとサイコガンダムマーク2が同時に出てきたら最高。この時代にサイコガンダム出たら勝てないな。赤いガンダムもポンコツや。サイコガンダムマーク2がコロニー内でビーム乱射してたから大量に死ぬぞ。相手がサイコガンダムなら街の初キルになるな。ルール通りに頭狙うとコクピット直撃だからな。というかこの世界線でも普通にサイコガンダム作れるのかよ。連邦のニュータイプ研究は1年戦争後にジオンから吸収して研究が進んだけど、一応戦時中にも研究はやってたしな。それにサイコガンダムはモビルスオートレス計画って構想はあったので、存在してもおかしくはないと思う。サイコガンダムは RX78 ガンダムのベースと回覧。
使ってない気がする。キターンズって存在してるのかな。ジオン残党狩りが目的だったんだよね。連邦が負けたらどう変わるの？ジオン狩り、つまり再戦派なんだろう。ジオン独立を認めた連邦軍にはもう戦う理由がない。そんな従来の連邦軍を破壊してジオン撃つべしという過激派なんだろう。言うなれば新連邦軍。いろいろ面白かった。シャリアがいろいろ動き始めたな。軍警殺しちゃったよ。リレン親衛隊が処分してくれるから。先週の町の軍警に対する暴行はお咎めなしなの？証拠いくらでもありそうなのに、さすがに軍警ざるすぎやしないか。まだ1日しか経ってないし。にゃーん、たまにガンギマるけどやっぱ良い子。マチに対してはしてないだろう。マチュがいきなり軍警に蹴り入れたせいであんなことになったから必死に頑張ったのに、打ち切れられてるんだぞ。マチュが勝手にから回ってるだけだから。やっぱマチュってやばいやつ。町最悪やないか。お母さん何か不幸が訪れそうで不安。母親退場フラグどれだけ積まれてるのか。おいどうするよこれみたいな話に。今回お母さん声が完全にいつもの釘宮理恵になってたけど、なんか演出上の理由があったんだろか。いつもより母親が釘宮漏れてたと感じたの。俺だけじゃなかったか。珍しい親子だな。母親の方が声が幼い。マジでマチュが好きになれない。ニャーンが自分たちのために乗ったのは勝ってるならさっさと謝ってほしかった。女どもがことごとく面倒くさいやつしかいない。それに比べてハロと習字ロボの有能さよ。にゃんってやっぱり頭良いんだろうな。ジオン工科大学の赤本あるし、勉強して大学行きたいんだろうな。アンキーもジオン国籍だし、主人公サイド的には連邦が敵になるんかな。ジオン工科大学の赤本日本語だけど、ジオンって多分公用語英語だよな。アンキーが元ジオンでシーコと接点があるとなると、連邦に潜り込んでたスパイとかなのかな。キシリア様、前回予告のワンカットしか出てね。シムスタインはデザインファーストの基本デザインをブラッシュアップしただけだったな。キシリア様さ、指揮小継も絶対見たくなるじゃねえか。村雨研究所があるバスコーム。ゲーツキャパが登場。サイコガンダムがある。シャリアブルはまだギレンとコネクションがある。キシリアは5年間表に出ていなかった。結構進展あったな。話がややこしくなってきたな。バスク出てきたし、次の相手はサイコガンダムか。もうカネバンは町たちから完全に手を引く気満々だし、ここからは3人だけで力合わせないといけないのか。もしかして事情説明してソドンに逃げ込むのかな。ソドンに入るのは確定やろ。来週からクラバじゃないガチ戦闘見れるか。死人は出てたけど、まだ試合の範疇だったからな。シャリアもやっぱ黒くて最高。コニャラスボスシャリアブレインキケロカやろ。ヒケロがチラ見せくらいあるかなと思ったが、ヒケロがどころじゃなかった。ゼータのサイコガンダム早く来るとは聞いてないよ。コロニー内でサイコガンダム暴れさせるとか頭いかれとる。暗殺計画って言うけどコロニーごと潰す気やん。ブーのドゥ。ルームラサメってことは2番目か。つまり3番目はピエロの仮面を。ズーちゃんもキラキラって言葉で認識してるんだな。連邦の毒ガス。ジオンのカバーストーリーか。バスク登場。マジで毒ガス使ったやつ出てきた。バスク出てきたからにはもうね、ろくなことにならんぞ。ゼータと0083の記憶。バスクまで出るとビレン派のネームドも欲しくなるな。デラーズとか。ゲーツが村雨犬をあっちの方みたいに言ってたから、オーガスタ犬も別であるのよね。ゲーツなんてゼータ知ってても忘れてそうなキャラよく引っ張ってきたな。3年前の0085年時点で強化人間部隊どころか、サイコまで開発してるってやばくない？数揃えられるじゃん。連邦技術併合なしでサイコ作れたんだ。ガンダムもジオン軍も連邦にデータないのにどうやって開発したんだろう。サイコミのデータはどこから？謎は深まるばかりだな。あとドゥーちゃんかわいい。独自のアイデアでもっとひどいことになってるかもよ。ニュータイプへの理解度ほぼない中研究進めた結果、全く別種の存在育てて出る可能性もゼロではない。サイコガンダムは対ビグザム兵器。あれだけビグザム暴れた世界線だと開発も前倒しになろうもの。
マーテ・ムレイが生き残ってる時点でめっちゃアドバンテージあるよ。サイコガンダム以外もキシリアとか怪しさマックスのおじさんとか修二の安全とか気になること多すぎてやばいね。議連派の最終兵器としてフルシリーズが出てくるの確定だな。強化人間には死以外に救いがない気がする。従来の慣習としては。しかしガンダム奪われたのにサイコガンダムとは。現物盗まれたけど開発者とかもろもろ連邦側にあるだろうからな。アマラカマラってアムロカマリアだったりせん。アマラとカマラといえば狼に育てられた2人の孤児の名前だ。ドゥとゲイツのことを指してるのかもしれん。にゃん、料理も勉強もできる高スペックじゃん。しかも風呂もちゃんと入ってるし臭くない。エンディングでもなんか育ちのいいとこを見せてたし、難民になる前は両家のお嬢さんだったのかな。シムスは元のデザインと同じだったな。小森ちゃんがシムス見てムカムカ来てるのがよき。飛んでくる中佐だけが癒しだよ今回。しかしシャリアブル、あんな空からシャアみたいに降りてくるなんて、シャアに骨の髄まで侵されてるな。なんというかサイド6災難すぎないか。シェルターの準備とかいろいろしてたし老朽化の話も出てたからな。まあなくなるやろうな。別次元の話だけど、主張っててちゃんラナーされるしね。サイド6が取ってきた中立とは今回エグザベ君を撃ち殺すようなことをやってきたと暗に示してるので、本来中立ってのは他の勢力が付け入ってくるならぶっ殺すくらいの前のめりの姿勢で守るものだし、マチと母ちゃんの最後の会話がちゃんと会話してくれないじゃんになる可能性出てきたぞ。コロニー崩壊で親があれになるとか、なし崩し的にソドンになることになって地球に行くことになるとか、もうどうなってもいいや的なあれだろ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。